ミステリーマープルです。今日はニートとオタクは異能の人になれるについてお話しします。ここで言う異能とは一風変わった独特の能力のことです。皆さんは三年寝太郎ってご存知ですか？これだけ名前でネタバレしている主人公も珍しいですよね。何年も何もせず寝たり起きたり何の仕事にも就かないので周りの大人から蔑まれていた寝太郎さん。ある時その村に誰にも乗り越えられない困難が訪れました。寝太郎はむっくりと起き上がります。誰にも思いつかない良い考えを出し力を発揮してその村を救ってしまうというストーリーです。この寝太郎さんは今でいうニートですね。ニートとは Not in Education, Employment or Training の頭文字を取ったもので、日本語で一言で言えば無業者のことです。でも寝ている風で他人にはできない知的生産をしていたという日本の昔話です。続いてオタクの代表ですが、私は大村益次郎さんを取り上げたいと思います。おでこが広くってインパクト大、脳が大きそうでしょ。益次郎さんは維新十傑の一人で明治維新の立役者、司馬太郎さんも家臣で主人公として取り上げました。家臣とは花坂じいさんのことで、立役者でありながら花だけ咲かせて恩恵に浴さなかった人生を描いています。益次郎さんは36歳で木戸孝允、桂小五郎に見出され登用されて、戊辰戦争や上野戦争で軍師益次郎の名を挙げ維新の道筋を決定づけました。しかし華々しい後半生とは裏腹に36歳までの前半生はくすぶった人生だったんです。益次郎さんは長州、現在の山口県で孫医の長男として生まれました。23歳で緒方公安の適塾に入り、2年で塾頭になるほど医学・科学の知識を持っていましたが、診療は苦手でした。26歳で孫医を開業しても村人にはやぶ医者と噂されるほどだったといいます。学級原で精魂尽くして学び、夜を徹して書を読むことを怠らず、遊びをしない貧困法制な人格。唯一の楽しみは大きな一丁の豆腐を魚に唯一の楽しみは大好きな一丁のお豆腐を魚に日本酒を飲むことでした。医者の道はさておき、29歳でペリーが来航すると、これからは英語だと蘭語に加えて英語の勉強も始めました。益次郎さんはめきめき上達、幕府に雇われるとヘボン式英語のヘボンさんから直接英語を習うなどして、当時国内最高の英語力と評判になりました。しかし当時は家業を継承するのが常識だったため、周りから見たら医者でありながら収入もなく一体何をしているのかと冷たい視線を浴びていました。益次郎さんのすごいところは、周囲に揶揄されてものらりくらりとかわしつつ、じっと時代の先を読んでいた点です。
歴史学者の磯田道文さんはくすぶっていた増次郎さんのことを今でいうオタク気質、木戸が見つけてくれてよかった、木戸の洞察力は素晴らしい、現代においても常識人たる政治家や企業のトップがオタクの能力を見極めて上手に使いこなすと極めて大きな力を及ぼすと述べています。なんだか楽しみになってきましたね。この続きは次回お話しします。さて、おまけ動画ですが、今日はシップスのミッキーデザインコイン入れ付き蛇腹カードケースです。スイート2021年9月号の付録、表紙は今田美桜さんですね。かわいい。目隠ししたミッキーがかわいいです。大きな手ですが、ミッキーって指が4本ってご存知でしたか？キャラクターを描くとき、アニメで見ると多すぎる気がしたというのがウォルト・ディズニーの理由だそう。確かに手袋もしてアニメっぽいですよね。ディズニープリンセスたちは5本指で描かれていますので、ファンタジー要素の強いキャラクターは4本と注目してみるのも面白そう。こだわりポイントは見開くと見開くとミッキーの全身が現れるところ、カードは17ポケットに2枚ずつ34枚入ります。コイン入れもついていて、シップスのロゴ入り、柄はモノトーンのギンガムチェック。季節や男女問わず使えそうです。ちなみにこちらは2022年のバレンタインゲゴディバ×ディズニーチョコレート、中でもこのぬいぐるみ付きゴールドコレクションはマストではチョコをイメージした渋い清掃のミッキーが素敵です。ゴディバとのコラボでこう言ってはなんですが甘くないですよね。目隠しといい、渋さといい、変化球が気になる2点でした。それでは今日の動画は以上です。よろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ではではまたね。